天下の飛翔にあるまじきことだと見損なったか。逆に言えば銀河以外のものは皆まだ私に疑念を抱いているようだが、無理もないか。銀河がそれを私に問うか。まあいい。一言で言えば私より銀河の方が強かったからということになるな。当たり前だ。戦場で私に勝てる者などいるはずがない。私が言っているのはそういう意味ではない。私には銀河を殺す機会はいくらでもあった。だが殺せなかった。どうしても殺す気になれなかった。初めて刃を交えた時からずっとそうだった。私にもわからなかった。だがその後銀河は私との出会いから天命を見出したと言った。そして銀河は私の天命を問うた。ずっと天命などいらぬと思っていた。私には天意により与えられた力があったし、関ともいた。だが覚えているか、あの洞窟でのこと。懸命に隠していたが、渓谷の養父とカッパされた時には私は心臓を射抜かれたかのような心持ちだったのだぞ。まったくだ。だが銀河は内心気づいていたのだろう。私にはお前を殺すことなどできぬということを。あの洞窟での問答の後、空は晴れたが私の心の中ではずっと嵐が吹き荒れていた。何者にも邪魔されずどこまでもかけていたい。それが私の望みだというのに、銀河は私に自由を捨てろと言った。なんというやつだ。私には政り事はわからぬ。天下についても同様だ。今でもそれは変わらない。しかし私が己について確固たる意志を持たない限り、私は常に乱を招き、人々の天命を奪う存在になるのが分かった。
それは私の本意ではない。だからそれから私はずっと考えた。お前が言った通り、それこそ必死で這うような思いでな。それは私の本意ではない。だからそれから私はずっと考えた。お前が言った通り、それこそ必死で這うような思いでな。はあ、気づいてみれば呆れるほど簡単なことであった。銀河は自らの天命を知っていた。私は知らなかった。故に私に武で劣るにもかかわらず、銀河は幾度となく私に挑み、死をも恐れることはなかった。一方、私は天命を知らぬ。だがそれを知る者への敬意はある。故に天命に従って生きるお前を切れなかった。武では勝っていたが、魂で負けていたのだ。だがそのことに気づいたからこそ、私は道を見つけることができた。関戸が教えてくれた。ああ、知っての通り、あいつは私以外が乗ることを決して許さない。どの馬よりも速く、強く、誇り高い馬だ。そう。私と関戸は対の存在として並び称されてきた。だが気づいたのだ。私は関戸に到底及ばぬ愚か者であったことに。単純な話だ。関戸は私を選び、私にその身をすべて託してくれた。そこには確固たる信念がある。魂の底から私を感じ、私を選んでくれたのだ。だが私はどうだ。我を盲信する者たちが求めるままに血の雨を降らせ、暴虐の嵐を巻き起こしていた。何の信念もなくな。まさに養父だ。生まれて初めて私は己を恥じた。そして悟った。私には私を飼いならせる主が必要であると。言わせる気か。思ったよりも意地悪なやつなのだな、銀河は。それも関戸に教わった。関戸には人の言葉は喋れぬ。だが私と関戸は言葉なしで意思を通じ合わせることができた。初めて出会った時からずっとだ。誰もその背に乗せなかった関戸は何も言わず私のものとなってくれた。そして私もそれを当然のこととして受け入れた。そうするべきだと思ったからだ。
その時と同じようにすればいい。関戸が私を選んだのと同じやり方で主を選べばいいのだと分かったのだ。これ以上は言わせるな、バカ者。